やっほー、ジョイジョイのジョアナです。今日は私のママをインタビューします。じゃあ、ちょっと簡単な自己紹介お願いします。ジョアナのママです。アンディのママです。ジョンのママです。そして今はイギリスに住んでるんやけど、ジョアナとなかなか会わへんからとても嬉しいクリスマス。ね、久しぶり。めっちゃ嬉しい。で、今はイギリスやけど、何年前まで日本にいた？6年前ぐらい。で、日本に住んでた時間ってめっちゃ長いやんな。そう日本に生まれて、で11歳まで日本やったし、で11歳からイギリスの学校行って、中学高校大学、でまた日本に戻って25年ぐらいだから全部で36年ぐらい人生のほとんどを日本で、まあうちと一緒やけどでママはなんで日本で生まれそうだったん？おじいちゃんおばあちゃんが日本に住んでたから。だからもう日本で生まれて日本しか知らんかった。そうやな、11歳まで。で宣教師の仕事をしててんな、おじいちゃんとおばあちゃんは。でママはお母さんもそうやった。で日本で宣教師っていう仕事してたけど、それってどんなんやったん？どんなことをしてた毎日？お母さんは英語を教えたり聖書を教えたり美術を教えたり学校とか、いろんなところ、いろんな教会の中もそうやし近所もそうやし、いろんなとこで自治会館でとか。結構な、うちもそういう思い出がいっぱいある。なんか英語クラブでとか教会学校でとか、なんかいろんなとこでなんかイベントとか家族とのやり取りを通してなんかクリエイティブに福音を伝えるみたいな。友達を作ったり、そんな感じやったな。で日本にいた時はどこに住んでた？滋賀県と奈良、だから子供の時は滋賀県やったけど、結婚してからは奈良に4年間、だからジョアナが奈良で生まれて、で奈良からまた滋賀県に戻って大津市、でまた京都鍋、でその奈良とか京都鍋とか滋賀とかいた時もずっと一つの教会のとこで働いてたって感じ？奈良は一つの教会、大津も一つの教会、京都鍋も違う教会で、それはどうやった？なんかその宣教師として教会を開拓するとか教会で奉仕するっていう経験は？奈良の教会は、日本の牧師さんと、外国の宣教師が始めた教会がもう始まった教会を手伝ってた。だからこういうことしてくださいって言ったのをお手伝いで、滋賀に行った時は教会がなかった。だから元滋賀町っていうところで教会が一つもなかったから、そこへ行って教会を始めた。わお、すごいな。で子供の時から日本に戻りたいとか宣教師になりたいっていう思いはあったん？子供の時は日本は大好きやったん。だから日本は好きやった。で日本の食べ物とかさ、もう日本は大好きやったんやけど、いつも犬が欲しくて親が犬飼えへん、庭がちっちゃいし、でイギリスに戻ったら犬がかわいそうやからペット飼えへん、でいつもなんかペットが欲しい。一緒やだから子供の時はなんか宣教師のなんていうの、日本に4年間住んでまた外国にイギリスに帰ってとか、そういう過ごし方が嫌いやったから、宣教師にはなりたくないって思ってた。なるほどね。イギリスによく帰ってた？いや、4年後に1年間。4年ごとに1年間。ほう、じゃあもう学校とかも全然違うよ。ここで4年間、ここで1年間。辛くなかった？でも2回ぐらいやったかな。2歳の時と
6歳ぐらいの時オッケーで、次はもう11歳で来たから、でも6歳の時はなんか全然知らん英語のウェールズの学校。その時って英語は一応話せて英語は話せたけど文化は知らんやろ。そうやな。で11歳の時にも来た時、みんなになんか「おはようございます」「おはよう」って言わへんけど「モーニングモーニング」なんかこうやってそしたらなんかお辞儀する女の子ってみんなに言われて笑われてもうめっちゃ嫌やった。だからイギリス人にいじめられた。こうやって「おはよう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 」ってなんかお辞儀する女の子とかさ。しかもさ寄宿学校やったんやろ。そうだからもうずっとイギリス人と一緒やん。そうだからご飯食べる時もなんかボウルをこうやってあげたり、なんか本当はテーブルに置いてスプーンで食べなあかんけど、わお、カルチャーショックが。そう逆にな。へえ。そういう中学生高校生時代過ごして大学もイギリスで、そこで美術の先生の免許取ってんな。でそっから日本に戻ったやん。その日本に戻るとか宣教師になるって決めたのは何があったん？だからその時はもうなんかお金持ちのイギリス人と結婚してお医者さんが良かったよな。お金持ちのお医者さんと結婚して大きな家に住んで犬を飼って一回もスーツケースをパッキングしない生活って決めてたんよ。17歳初めて聞いた。17歳ぐらいでそれがもう目標やったよな。お金持ちでもう、それがもう目標っていうの旅はしたくない、そういうなんか生活をしたくない。でなんかキャンプみたいなのに行って、そこでいろんな話があって、神様の話があって、で一応神様のこと信じてたんやけどなんか信じてたけど頼ってたけど自分はこれをするこれをしないってこう決めてたんやんか、結構強く、でこれだけはやらへん、神様がどう言っても。でその時にそのなんかお話の中でもし神様信じるんやったら神様に全部委ねて神様何でも委ねますみたいな感じ、信じていきますっていうのをなんかチャレンジを受けて、でその時にじゃあ日本でももし神様が行ってって言われたら行くとか、で親のいるところに行きたくなかった、戻りたくなかった、それは絶対嫌やった。その時はまだおじいちゃんとおばあちゃん日本に宣教師の仕事しててんな。でそこに戻りたくなかった。でもそれでも委ねますってこう神様がこれをなんか言われたら100% こうなんか車のほらハンドル人生のハンドルを神様に渡しますっていう決心した。だからこのハンドルをお任せでこう行くんやったらそれについていくっていう感じでそれを決心した後にじゃあ日本でもウェックでも親のいるところでももうお任せみたいな感じ。ウェックっておじいちゃんとおばあちゃんが働いてた。そうでそれを決めたけど、でも私は大学4年間美術とかするから、まあそうならへんやろうと思ったんやん。でもその夏それ夏やったんやな。でその夏が終わって9月にパパに会ったん。お金持ちでもお医者さんでもないパパに。でも最初の質問なんか最初じゃないけど、お父さんがお父さんの仕事、何ってかなって言ったら、お父さんがMy father is a doctor って言ったらおおと思ったんやけど、でもお父さんは日本目指してたんやん。その時もすでに。ほんでお父さんが日本行くってなんか言ってて、もしかしたらこの決心したことが実現するんかなと思って思ったん。わお、そして実現した。そうすごいな。なんかでもすごいそういう神様の導き方。まあね。わお。じゃあ今回はここまで。パート2作るかもしれんで。OK じゃあ皆さん見てくれてありがとう。コメントとかいいねボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。
ウィルソン家のママでした。バイバイイエーイバイバイ。